ここに質問文が入って言語モデルに入力されると。こういった形でどういった順序で考えて回答を生成したかっていうのがわかります。はい、皆さんこんにちは。AI 部長ニャントです。本日は GPT モデルを強化する方法について解説していきたいと思います。皆さんチャット GPT 使用しているでしょうか？私もエンジニアやってますので、何か新しい技術を勉強するときとか、ちょっとしたコードを書くときによく使っています。ただチャット GPT なんですけども、これ知ってる人も多いと思うんですが、ネットの検索とか数値計算とかですね、そういったことは GPT4.0 を使ってもできません。で、本日紹介するラングチェーンというライブラリを使えば、こういったことはもちろんのこと、Web 検索の結果とかですね、いろんなデータにアクセスすることができるようになるので、Web 版のチャット GPT ではできないようなことができるようになります。で、今回はラングチェーンの中のエージェントという目玉機能ですね、これについて紹介していきたいと思います。どんなことができるのかなとか、手元で動かしてみたいなという人は、ぜひ見ていってもらえばと思います。それでは早速やっていきましょう。最初にラングチェーンなんですけども、こちらは以前の動画で紹介しているので、詳しい話はそちらの動画を見ていただければと思うんですけども、簡単に説明すると、ラングチェーンはチャット GPT などの言語モデルを使用する際に、外部の機能やオリジナルのデータを利用することができるようになるライブラリになっています。例えば Google 検索の結果をもとに回答してほしいなとか、自分が持っている PDF のファイルから情報を抜き取って回答してほしいなとか、そういった時にこのラングチェーンを使うことで簡単に言語モデルに組み込むことができます。で、今回はラングチェーンの中のエージェントという機能を使います。で、このエージェントという機能は簡単に言うと、言語モデルが答えを生成するのにどの外部機能を使えばいいのかっていうのを自動で判定して、それを実行してくれると、そういった機能になっています。例えば、明日の東京の気温を 0.33 乗するといくらというふうな質問をしたとします。そうすると、このエージェントは、この質問を回答するには、まずは Google 検索が必要だなとか、0.33 乗するには計算機能が必要だなっていうのを自動で判定して、その機能を実行してくれると、そういったイメージになります。で、ここでは Google 検索とかですね、計算機能っていう風に挙げてるんですけども、他にも特定の Web ページを参照させたりとか、PDF ファイルを参照させると、そういったこともできます。で、ラングチェーンのエージェントは大きく分けると4つの種類があります。で、英語が多くてちょっと嫌になるかもしれないんですけども、個人的にはですね、一番上のゼロショットリアクトデスクリプションですね。これが一番重要で、他のエージェントは会話の履歴機能を追加したりとか、あとは入力するプロンプトがちょっと違うとか、そういったところになるので、今回はこのゼロショットリアクトデスクリプションについて解説していきたいと思います。で、ちなみにエージェントの切り替えはこういった形でパラメータをちょっといじるだけなので簡単にできます。で、他のエージェントも知りたいという方は、概要欄に私が参考にさせてもらったリンクを貼っておくので、そちらを参照してもらえればと思います。はい、最初にゼロショットリアクトディスクリプションなんですけども、これは一つ一つの機能が何をするものなのかっていうのを事前に説明文として定義すると、そういったものになっています。例えば、Web 検索使いたいなって時は、Web 検索を定義してあげて、これは Web 検索時に使うものですよっていうのを定義してあげます。あとは例えば Python を使いたいなときは Python を使用時に使うものですよとか、あとは計算したいときは計算を行うときに使うものですよっていうのを定義してあげます。で、これなんでこういう風に説明文書くかっていうと、エージェントがどの機能を使えばいいかっていうのをこの説明文を読んで判断すると、そういったものになっています。で、プログラム上ではこういった形で書くことができます。今ここでは2つの機能を定義してて、1つ目がこのカリキュレーターというもので、説明文としては数学の質問に対して回答するときに使われますとか、このランゲージモデルっていうのは、一般的な目的で使われますよとか、そういう風にして定義を書いています。で、そうするとエージェントは何か回答を生成するときに、この説明文を読んでどちらの機能を使えばいいかっていうのを判断して、その機能を実行してくれると、そういった流れになっています。で、ちなみにどうやってこの説明文が使われているのかという話なんですけども、エージェントにはこれら全てのプロンプトが、入力されています。で、ちょっと英語なので分かりにくいんですけども、この赤枠の部分ですね、これが先ほど定義した機能とその説明文が、入っています。で、内容としては簡単に言うと、これらの機能を使って、回答を生成してくださいと、そういった形式になっています。で、注意点としては、このエージェントは定義した機能からしか回答を生成できないので、例えばこの数式計算の機能しか定義しなかったら、チャット GPT って何ですかっていう一般的な質問を聞いたとしても、このエージェントはですね、計算しかできないので、答えられないということになってしまいます。なので、こういった形で単に入力を受け取ってそれをモデルに渡すと、そういった単純な機能を追加してあげる必要があるかと思います。で、ちょっとここら辺は言葉だけではなかなか分かりにくいかなと思いますので、実際に実装しながらどんなものかを確認していきたいと思います。
はい、それでは早速実装の方やっていきたいと思います。で、コードに関しては概要欄に Google コラボのリンクを貼っていますので、実際に手を動かしたいなって人はそちらを参照していただければと思います。で、今回は SERP API といって、Google 検索とかの検索エンジンを使用する API を使用していきます。で、そのための API キーを、発行する必要があります。で、SERP API というふうに検索してもらえると、こういったページ飛ぶかなというふうに思いますので、こちらのレジスターのところから登録してもらえればと思います。で、1ヶ月間で100回までのリクエストは無料で使用することができるので、今回みたいにちょっと使ってみるっていう用途だったら、無料の範囲で使用できるのかなと思います。で、登録すると、こういった形で中央にですね、API キーがあるので、それをコピーして、こちらのノートブックのですね、ここにですね、貼り付けてもらえればと思います。また、OpenAI の API キーも必要になるので、こちらにですね、貼り付けてもらえればと思います。はい。で、API キーの設定をしたら、続いてモデルを定義します。今回ですね、GPT の 3.5 のターボを使用します。で、続いて、使用する外部機能ですね、を定義していきます。で、ここでは SERP API のラッパーということで、検索エンジンをですね、使用します。今これツールズというリストの中に、この一個一個機能を追加していくと、そんなイメージです。で、このディスクリプションのところに、説明文ですね。これは現在のイベントに関する質問に答えるために、使われると。で、そうすると、このツールズの中にですね、このように Search という検索機能が入っていますと。で、このツールズの中にどんどんですね、使いたい機能を追加していくと、そういった流れになります。続いてですね、このランゲージモデルということで、こちらは、General Purpose ということで、一般的な質問に答えるための、言語モデルを定義しています。で、最後に計算機能を追加ということで、何か計算をするために、使われるツールを定義しています。そうすると、今このツールズの中に、この Search とランゲージモデルと、あとはカリキュレーターが入った状態になっているので、この3つの中からエージェントを選択して回答するようにしたいと思います。で、エージェントの定義はこのような形で、エージェントですね、ゼロショットリアクトディスクリプションと、あとはツールズですね、何に使うかというものを定義します。で、そうすると、このようにプロンプトが定義されて、サーチ、ランゲージモデル、カリキュレーターというものが定義されています。で、ユーザーから質問があったときに、このインプットですね、ここに質問文が入って、これが言語モデルに入力されると、そういったイメージになります。で、このエージェントスクラッチパッドっていうのは、この後見せるんですけども、何回も段階的に試行しながら答えを生成するんですけども、その中間の生成物が入ったのが、このエージェントスクラッチパッドになります。で、早速ですね、2023年の WBC の優勝国はどこでしたかっていうのを聞いてみたいと思います。はい、そうすると、こういった形で、どういった順序で考えて回答を生成したかっていうのがわかります。で、上から見ていくと、I need to search for the answer ということで、検索しないとこの質問答えられませんというふうに、AI が判断して、アクションとしては検索機能を使いますと。で、この SERP API を使って検索を行いますと。で、検索のワードとしては、2023年 WBC 優勝国と。そうすると、結果としては、ジャパンナショナルベースボールチームというのが返ってきましたと。で、その後にこのランゲージモデルを使って、これをですね、日本語訳していますと。日本代表野球チームと。で、I have the answer in Japanese と。But I need to confirm the year ということで、答えが分かったんだけども、何年かっていうのをもう一回確認しますというふうにして、もう一回検索してますね。で、最終的な答えが分かりましたよってことで、2023年 WBC の優勝国は日本代表野球チームでしたというふうにして答えを出してくれています。で、ラングチェーンの機能として、この CV のところにホストが入ってきてます。はい、これ今トークンズユーズというので1387トークン使われてますと。で、プロンプトの入力が1237で、出力が150ですと。で、コストとしてはこれぐらいかかりますよっていうふうに、可視化できるんですね。で、これ今日本円に直してみましょうということで、136円ですね。そうすると大体 0.37 円ぐらいですね、お金がかかっているということまで、取得することができます。で、ちょっとですね、いろいろと、ここですね、試してみたんですけども、個人的な感想としては、使ってほしいツールをですね、ちゃんと使ってくれない時が結構多かったので、皆さんもなんか試す中で感じたこととかですね、あればですね、ぜひコメント欄で教えてもらえればと思います。以上で GPT の拡張機能であるエージェントの紹介を終わりたいと思います。この動画が良かったなというふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。